今回の動画では歪みのデジタル臭さについて科学してみようと思います。こんにちは、イザムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。で、今回のテーマはですね、ちょっとめんどくさいというか、いろいろごちゃごちゃ言ってますが、まだ結論は出てませんが、思ってるところ、気づいたところ、分かったところを共有したいと思います。マルチエフェクターのデジタル臭さって何か、デジタル臭さって具体的に言語化できますかってところをちょっと考えてみました。で、私が思うデジタル臭さとはアーティファクトじゃないかなって思ってます。で、アーティファクトって何っていうと、モデリングの技術がどんなに進んでも、特にハイゲインの時に発生するアーティファクト、ちょっとね、実際に聞いてみましょう。わかりましたかね。高音源を動かしている時に下の方でちょっとキュオーキュオーキュオーみたいな感じで言ってるやつ、あれがアーティファクトです。波形的にはこの黄色で囲ったピークのところ、これは目立って聞こえるところで、かつ整数倍に並んでいる波形になります。これは要は高次高調波っていうことなので、元の波形に関係する音なんですけど、下のところの赤いところ、この高調波と高調波の間にうねうねうねって出てきたりするようなところ、この辺が、耳について聞こえてる、かつ元の音の高さに関係ない、元の周波数に関係ない音になってきます。これがアーティファクトです。なのでアーティファクトっていうのはどう聞こえるかっていうと、高音域の不協和音として聞こえてきます。何が起きているかっていうと、折り返し歪みっていうのが発生しています。で、それが歪みによって大量発生して、でそれが高調波で折り返ってくる。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですね。折り返し歪みとか折り返しノイズとか言うけど、エイリアスノイズっていうふうに一般的に言われます。これは PCM 方式の基本であるサンプリング周波数の半分の周波数までが理論上収録可能だっていうところに対して、このサンプリング周波数の半分の周波数、ナイキスト周波数を超えたそういう信号がエイリアスノイズの原因になり得るということです。で、絵で描くとこういう感じで、こういう波形がもしあったとします。この波形が今ナイキスト周波数が2分の fs っていう設定の時にこういう波形が出たとすると、ここより上の波形は収録できないってことになるんですよね。じゃあそれがどうなってくるかっていうと、ここじゃちょっと細かい説明はしないですけど、折り返すこっち側に現れてくるんですよ。この辺で鳴ってる音、本当はこの辺の音が鳴ってるのにこの辺で聞こえるとか、この辺で鳴ってるはずなのにこの辺で聞こえるだとか、そういうことが起きます。それがエイリアスノイズですね。なのでこれをちょっと視覚的に確認しようということで、評価計自体はこんな感じで、トーンジェネレーターからスイープ信号を出して、それが何かエフェクターに入っていって、そのエフェクターを出てきたところのスペクトルを記録しますって感じですね。で、どういうふうに見ていくかっていうと、これはさっきで言うここのトーンジェネレーターの出力を直接スペクトルで見たっていう感じのやつになります。スペクトルで見たっていうとちょっと正しくないかもしれないですけど、横軸これ時間です。時間とともに周波数がだんだん上がっていく、こういうふうに斜めに上がっていくっていう測定を行ってます。信号が強ければ強いほど色は明るくなるんで、単純なトーンが低い周波数から高い周波数まで時間をかけて変化していくと、ここはまっすぐにピーッとなるはずなんですね。で、ここにちょっともやっと出てるのは、これはこの測定計自体が持つノイズ成分なので、ここではあんまり気にしないでください。で、もし信号を歪ませたら、歪むっていうことは高次高調波が出るっていうことなので、この信号、元々の信号に対して平行にこういうふうに出るはずなんですよ。要は例えば1キロどころかな、1キロここか、1キロの信号があったとしたら、それに対して2キロ、3キロ、4キロ、5キロ、6キロ、7キロ、8キロみたいな感じで上の方に出ていくと、っていうのが正しい出方
正しいっていうか、こういう風に出るのは自然ですよってことですね。で、今言った通り、例えばこの辺の音、ちょっと高めの音はこの辺の周波数も出るはずなんですよ、本当は。それってナイキスト周波数を超えてるんですね。さっき言ったナイキスト周波数を超えた信号は折り返ってくるっていうことをこの図上で表すと、こっち側に降りてくるっていうことなんですね。なので例えばこの辺の音が鳴ったとすると、そうすると本当はこの辺に出るはずの波形が下側に降りてくるという風な感じで、本当はもっと高くて聞こえないはずの音がなぜか低い方に聞こえてきちゃうっていうのがエイリアス歪みっていうことなんですね。なのでこんな感じに過聴域に入ってくる、過聴域に折り返ってくる、それがナイキストノイズじゃなくてエイリアスノイズっていうことで、ここら辺に現れてきますっていうことです。じゃあ実際にどういう風になってるのかっていうのを見てみましょうって言うと、こんな感じなんですよ。これが実際にアンプシミュレーターを通った時の音、アンプシミュレーターにスイープ信号を入れた時の、測定結果になります。で、上の方が暗いのは多分キャビネットシミュレーターが効いてて、こんな上の方の音なんか出てこないよっていうことになってます。下のところが暗いのもその通り、そんなに低いもので出ないよってことですね。で、さっきも言った通り、本当はこういう音に対してアンプで歪んだ音はこういう風に出るんですけど、それが上の方までバーッと出ていって折り返ってくる、折り返ってきてるのがここにこういう風に見えてきてるわけですね。この黄色で囲っているところ、よく見ると上から下にたくさん降りてると思うんですけど、これが折り返しのノイズなんですよ。アーティファクトです。これがこの過聴帯域の方に発生しているから、キュルキュルキュルとかそんな感じで聞こえるということですね。ということで、じゃあここから先は実際に測定した、アナログエフェクターでやった時のこの測定の波形、あとマルチエフェクター、ナムローダーとかその辺の波形を見ていきたいと思います。で、分かりにくいかもしれないですけど、このオーディオインターフェースの、出力から入力に直接つないだ時、この時にどうなってるかっていうと、さっきの絵はこんな感じになります。ちょっとね、これステージの意味が分かりにくいかもしれないんですけど、マイナス 60.29、要は、これってこの、本来出てくるスペクトルと高調波として出てくるスペクトルのパワーの差をデシベルで表してます。なのでここが0に近ければ近いほど元の信号とエイリアスのノイズが、近いということになりますと。で、この下の図はこれ分かりにくいかな。これ横軸が周波数で縦軸がエネルギーになってます。で、緑が元々のシグナル、信号で、赤が、高調波になってます。で、ちょっとこれ低い方はフィルターかけてるんで見えてません。なので今これは 200Hz、300Hz かなぐらいから上が、信頼できる値というか意味のある値になってます。分かりにくいかもしれないですけどね、こういうことをやってます。なのでこれさっきも言った普通に直結してる時には、この辺は基本的に折り返しの歪みは出てないし、ここはもともとこの測定計が持ってますよっていう感じですね。で、こっからですね、こっからよいしょ、ちょっと見ていってみましょうか。まずメタルゾーンやりました。メタルゾーン。これどうだったかっていうと、マイナス 48.65。この数字はもうあんまり意味はないんで気にしないでください。もう波形を見てください。アナログのエフェクターは、とにかくこの下側が綺麗。要は折り返ってきてません。ね、綺麗でしょ？で、これが、今メタルゾーンでこうでした。他にでもいくつか見たんですよ。ラットもこうです。もう綺麗。折り返ってない。ちょっとなんか上の方少し折り返ったりしてるのは、多分これはオーディオインターフェースの側の問題かなと思ってます。で、さらにアイマスターですね。めっちゃくちゃ歪むっていうことでアイマスターも持ってきましたが、アイマスターだって結局上はもうすんごいたくさん高調波出てますけど、下は静かです。なので折り返し歪みなんていうのはもちろんアナログエフェクターだから出ないと。あとボックスのカッティングエッジなんかもとっても下のところは静かですという感じです。これがアナログエフェクターです。
じゃあデジタルエフェクターはどうなのっていうことで、20年前だけど2496の、Zoom G2.1U どうだったかっていうと、こんな感じです。がっつりこれ折り返ってますね。これ確かキャビシミュが入ってるんで、上のこの8キロより上のところとか全部バッサリいってるんですけど、それでもこんなにドガーッと折り返ってきてるし、さらにこれ10キロより上の音が入った時に、聞こえるところにドバーッと出てきてると、そんな感じになってます。で次がこれは Zoom のマルチストンプですね。 50G プラス、これメタルゾーンのモデリングにしてやっています。で実機のメタルゾーンとは違って、やっぱりこういう風に折り返りがバサーッと出てるという感じですね。で次が新しめのところでタイニーストンプですね。ソランのタイニーストンプは48キロサンプルなんですけど、これもやっぱり結構ふんだんに折り返りが発生してるとね。200、300Hz ぐらいの音の時ですらもうこんな折り返ってきてるよって感じですかね。あとはこれ最近手に入れたベルリックス、これもキャビ入れてるから、こう下の方とかで上の方とか出てないんですけど、こうあっちり折り返りがいっぱい発生しちゃってますよって感じになってます。なるほど、アンプシミュレーターはそうなのねと。他の機種もちょっと見ていってみましょう。NAM を実行できるということで、GP50、GP50 も見てみましたが、これもやっぱりがっつり折り返ってますね。で GP50 の、ホワイトボックスアルゴリズム、だとどうなのかっていうところも一応見てみたんですけど、やっぱりがっつり折り返ってますって感じです。さらにはブラックスターのビームミニですね。これのアナログ出力から撮ってるんですけど、これ、プリインされてるセントジェームスですね。これもやっぱりふんだんに返ってきているし、ふんだんにってことじゃないかな。この辺薄いから。あとビームミニにNAM-A2 のセントジェームスを当てた時もやっぱりこう折り返ってますよ。なのでこれって A2 ライト、NAM-A2 ライトが動く、デバイスなんですけど、ネイティブで動くんですけど、それでもやっぱりアーティファクトは発生するんだな、高音源をキュイキュイやった時にキュイキュイ言っちゃうってことは発生するんだなってことですね。ってことが分かりましたと。ちなみにイニシエの PodXT で見た時もこんな感じで、入力音が高いとたっぷり、折り返ってくるよっていう感じのことが起きてます。でこっから先はちょっとねいろいろやってるんですけど、例えばラットの実機はこうです。でラットのこれなんだっけ、ラットのナムですね。ラットのナムを A1 のやつで落としてみるとこんな感じ。ちょっと折り返ってるのかな。でもだいぶ少ないですね。とかあとそれの A2 のやつだとどうかっていうと、案外ね A2 が結構折り返ってるんですよ。A って感じじゃないですかこれ。しかも A2 のスリムが0だからライトじゃない、フルの方ですね。A2 のフルでこんな盛大に折り返ってて、で A2 のライトね、これ一応ラットの A2 のライトにしてるんですけど、それもやっぱ折り返ってると、案外A 版より A2 の方が折り返ってんだみたいなことが分かりました。あとはフルリグの、人気のナムなんかを使ってやってます。 A1 だとこんな感じ、マイナス 24.49 っていう感じでしたら折り返っちゃいますよね。高い1キロ以上の時かなに折り返ってるって感じでした。で同じナムの A2 のものだと若干折り返しが多いのかな。ほとんど変わんないか。ただ1キロ以下の入力の時に
少しもやってるから1キロぐらいの時にも出てる。要はなんだろうな、こっちの方がより高い工事校長波まで扱ってるってことかもしれないですね。でさらにライトだとこんな感じということで、結局ね A1、A2 をこれパソコンでゲートウェイでやっても同じように、折り返しは発生してましたっていうところですね。ちなみにその時の条件としては96キロで、ゲートウェイの折り返しはこれはもうパソコンの中で折り返ってるんでアナログの影響、オーディオインターフェースの影響は起きてません。具体的にはどうやってるかっていうと、なんだっけ、エレメントを使って、こいつをスタンダードロンで動かすのと、あと VB マトリックス VB オーディオマトリックスでルーティングをしてるんで、パソコンの中で Azure ドライバーの中で回してるっていうような感じでやってます。48キロだとか96キロに設定してやりましたということでございます。ということでですね、歪みのデジタル臭さって何かっていうところを追っかけてみました。デジタル臭さっていうのは PCM 方式だから起こりうる高音域の折り返し歪み、エイリアス歪みのことだと思ってます。でそれを視覚的に捉えるとこんな感じなので、これが過聴域に出てこないアナログエフェクターのようなこういったスペクトルで見えるようにならないと、デジタル臭さっていうのは人は気になってしまうのかもしれないですね。はい、ということで、デジタル臭さ可視化してみましたっていう実験でした。もうすごい長くなっちゃったね。どこまで皆さんついてこれてるか分かりませんし、僕自身もまだ、理解が、足りてないところがあると思ってますが、こんな研究というか、こんなことをやってますということのご紹介でした。はい、それでは、今日の動画は以上となります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。